セーリングアロハへようこそ。ヨットで遊びに行こうと思ったところ、プロペラを回しても全く思うように進まなくなってしまいました。その時は近くにいた優しい先輩ヨットマンの皆様に助けてもらいました。原因を探ろうと水中にカメラを入れてみたところ、この時まだ買って4ヶ月程度でしたが、プロペラ周りをはじめ藤壺がびっしりついていました。マリーナに浄化の予約をして剪定塗装をすることにしました。今回は初めて行った DIY の剪定塗装の様子をお届けします。アロハは自力で動けない状態だったので、マリーナの方に上下化設備の近くまで引っ張っていただきました。ここから上下化設備のあるところまで手で押していきます。スタン側の係留ロープを外していきます。今度はバウ側の軽線ロープを外して上下化設備のある方へ手で押していきます。船には誰も乗っていませんし、転んだりして船が岸から離れて漂ってしまったらどうしようと内心ドキドキしていました。上下化設備の近くまでやってきました。スタッフの方が細かく指示を出してくださったので、超初心者の私にとってはすごく心強かったです。無事スタッフの方にアロハをキャッチしていただきました。まずは一安心です。スタッフさんが手慣れた様子でクレーンの方へ引っ張っていきます。クレーンでアロハを持ち上げます。個人的にはこんなに大きなクレーンを動かすのが手元のワイヤレスリモコン一つだということに驚いていました。複数名でしっかり剪定とスリングベルトの様子を確認しながら慎重に持ち上げていきます。プロの仕事ですね。クレーンはアロハを持ち上げたまま前に移動していきます。すべてが初めての私にとっては、巨大なクレーンが動く様子を目の前で見るだけでも興奮しています。スタッフさんが船台に乗せる位置にある藤壺をスクレーパーで手早く落としていきます。後で自分で落とすとき、ちゃんとできるんだろうかと内心不安でした。アロハが作業場所へと牽引されていきます。改めてじっくり見てみると、確かに藤壺だらけでした。特にプロペラ周りはひどかったです。これでは思うように動かないのも当然ですね。まず柄の長いスクレーパーで船底にこびりついた海中生物を落としていきます。角度や力加減など初めてのことですので、四角くして最適なバランスを探しながらやっていました。今回の直接の原因となったプロペラ周りもスクレーパーを当てていきます。部品と部品の間にも入り込んでいて、なかなか大変でした。次に高圧洗浄機で船底の汚れを落としていきます。藻や油分といった汚れです。
一生懸命やりすぎたのか、ところどころ前回の塗装面も一緒に取れてしまいました。一緒に船体部分の汚れも落とせないかなと思ったのですが、落ちませんでした。コンパウンドやバフ書きをしないといけないみたいです。次回の浄化面の宿題にしようと思います。前回の剪定塗装が落ちた部分に240号の紙やすりで凹凸をつけていきます。本当はプライマーも塗るべきだと思うのですが、今回用意していませんでした。次回はプライマーも1巻準備しておこうと思います。剪定塗装用のペンキを当てます。今回は中国塗料の CJET033 プレミアムにしました。色はシャークホワイトです。かけた時の色が全然違って内心びっくりしましたが、混ぜていくとそれっぽい色になってきました。バケツにペンキを入れていきます。事前の計算では1回1缶、2回なので計2缶で足りるはずでしたが、思ったより粘度が高くてギリギリでした。次回はシンナーでもっと薄めて使おうと思います。ローラーをしごいて線育図を取ります。ペンキを塗っていきます。GoPro のバッテリーが切れてしまって、塗っているシーンはあんまり撮れませんでした。1回目のペンキとプロペラのプライマーを塗りました。2日目はまず2回目のペンキを塗ります。缶を開けてよく混ぜて中身をバケツに出します。最終日に先代のある場所にペンキを塗るので少し取っておきます。初日に学んでシンナーで少し薄めています。でも結果的にはまだ足らない感じでしたね。次回はもっと薄めていいのかなと思います。2回目のペンキを塗っていきます。画面の右側、春の左側ですが、そちらに二度塗りしていて、よりしっかり塗れているのが見えると思います。ヤードでメンテナンスされている先輩ヨットマンの皆さんと話したり、いろいろ教えてもらったりしながら作業していました。楽しい時間でした。画面では見えていませんが、実際にはバケツの中に残ったペンキとにらめっこしながら、なんとかペンキが足りますようにと思いながら作業していました。もう今日の分のペンキがほとんど残っていません。ローラーで伸ばしながら、なんとか垂らせようとしています。そろそろ塗り終わる頃に、先輩ヨットマンから衝撃の一言が。はい、やんない方がいい。マジで。プライマーは1日目にマスキングして塗ってしまったので悩みましたが、塗料はプロペラ全体に塗ることにしました。経験者の意見は貴重です。2日目はこれで作業終了になります。1日目に比べるとだいぶ楽でした。3日目はいよいよ下化する日です。クレーンで持ち上げていただき、先代で支えていた場所にもペンキを塗りました。見違えるように綺麗になりました。自分のヨットを自分でメンテナンスすると愛着も増すんだなぁと実感しました。クレーンで下化していきます。スタッフさんが手際よく、でも丁寧に確認しながらアロハを海面に下ろします。シ
作業は無事終わったけれど、アロハがちゃんと動いてくれるのか、少し不安な気持ちで見ていました。ヨットに乗り込み、エンジンを入れました。エンジンもプロペラも異常なく、ちゃんと動いてくれているのが本当に嬉しかったです。アーシュに戻ってきました。軽線ロープをかけていきます。エンジンを止めます。初めてのメンテナンスは大成功でした。今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。